どうも、ビースパイスインクです。今日はポークビンダルならぬチキンビンダルです。最近日本でも流行り始めたポークビンダルはお酢やスパイスに豚肉を漬け込んで作るカレーですが、今回は鶏肉で作るのでチキンビンダルです。もともとポルトガルの豚肉料理としてインドに持ち込まれたものが、ポークビンダルや宗教上の関係で豚肉を食べない代わりに鶏肉やラム肉で作るものとして広まったようです。スパイシーな風味とキリッとした酸味、鶏肉の旨味が合わさった飽きのこないカレーです。調理ですが、まずは鶏肉を漬け込むことから。マリネ用の具材をすべて鶏肉と合わせて漬け込みます。漬け込むのは味付けのためと、塩や砂糖、お酢などは漬け込むことでお肉の保水力が上がってしっとりとさせる効果もあります。ただ漬け込みすぎると肉っぽい素材感が失われるので、やりすぎは注意です。全体が浸かるようにならしたら一晩ほど、最低1時間は漬けておきます。漬け込むのが終わるのを見計らってカレー作りを開始します。玉ねぎとパクチーをみじん切りにしたら、フライパンでホールスパイスをテンパリングします。油にホールスパイスを加えて加熱することで、使用性のスパイスの香り成分が油に移って、より香りが引き立ってきます。まずはシナモンとカルダモンを加えてじっくりと弱火で加熱します。いい感じに香ってきたらキャラウェイを加えます。キャラウェイは小さくて火が入りやすいので焦げないように後から加えています。すぐにキャラウェイの香りが立つので、ここにみじん切りにした玉ねぎを加えます。全体に油が回るように混ぜたら、広げてあまり触らずに玉ねぎに焼き色をつけるようにして加熱します。焼き色がついたら混ぜて、また焼き色をつけて、途中焦げそうになったら水を足しながらやっていると飴色になってきます。そしたらトマト缶を加えます。ホールトマトを使っているので、形を崩すように潰しながらしっかりと水分が煮詰まるまで炒めます。キラキラとして周りに油が浮いてくるのを目安にしてください。そしたら漬けておいた鶏肉をマリネ液ごと全部残さずに加えます。そしたらまた水分を煮詰めるようにして加熱します。尖ったお酢の酸味をまろやかにするイメージです。ここは強火にしちゃって大丈夫です。マリネ液が煮詰まってきたら水を加えて煮込みます。沸くまでは強火のままにしておいて、沸いてきたら火を弱めて5分ほど煮込みます。煮込み終わったら味見をして、物足りなければ塩で調味して完成です。ではご飯に盛り付けていきます。ご飯はうるち米とバスマティライスを混ぜて炊いたものを使っています。仕上げにハーブなどをかけて完成です。以前ご紹介したミックススパイスのデュカーもカレーによく合うので、よかったらかけてみてください。ドライハーブのカスリメティはお店でもよくかけられているのを見かけます。いただきます。今回もめちゃくちゃスパイシーで美味しかったです。キリッと酸味が効いた味わいがめちゃくちゃご飯に合います。スパイシーなだけじゃなく、酸味、甘み、旨みといろいろな味が重なり合って、かなり満足感のあるレシピです。よかったら試してみてください。ご視聴ありがとうございました。